100V 式インバーターのルーフエアコンで42度。一番ピークに暑い時間。もう開けるとすっごい暑いね。これ本番想定だね。結構ね風は強い。消費が65アンペアともわっとはしてるかも。最後ねこっちの方が気になるね。気になるね。電力量。はい、皆さんこんにちは、ういチャンネルです。今日はエアコンの検証をしていきたいと思います。そんな今日はですね、見ての通りこんな感じですが、めちゃくちゃ天気がいいです。今日は夏日だね。ものすごくさんさんと暑い日だよ今日。そう、今日はね予想気温が35度ということで、かなりですね、暑い予定になっております。そうでも朝からね実は気温計だけねセットしております。で現在気温もねすでにね31度です。でこっからねぐんぐん上がってまだ35度までいくということで、今ねちょうど12時ぴったりなんですけども、この後ねまたさらに気温が上がっていくみたいです。はい、でそんな中ねこれ我々がつけたねこのルーフエアコン、今回のねさんちゃんにね取り付けていただいたルーフエアコン、これ 100V 式インバーターのルーフエアコンなんですけども、こちらがね実際効くのかどうかっていうねちょっとねコメントとかね問い合わせも割と多かったので、このね真夏日にねトライしてみようかなと思います。今ね実際ね温度ねどんなもんなのかっていうのをねこちらまずねベッド、このベッドのところに、セットしてあるんですけども、この下のところですね、これ下の方がベッドの温度になっております。42度、湿度が 24%。でもう一個ねこれ上にねチャンネル1っていうところで 40.4 度って書いてあるんですけども、これがどこかっていうと車のね先端部、これ、ね、バンクベッドのねこれ一番奥、あそこですね、今ポツンと立ってるやつ、あれがですね先ほどのチャンネル1の 40.4 度だったところですね。でそれプラスここね割とね涼しいというかあんまりね気温が上がらない場所なんですけども、このねキッチンのところにね1個ね気温計をね設置しております。こちらねちょっとねまた別のねものになるんですけども、今ね温度が 35.3 度です。ここだけちょっとね比較的温度が低いのかなと。実際ね車内にいる感じはどこもね同じぐらい暑いんですけども、そんな感じがします。で今回はルーフエアコンをまず使ってどれだけバッテリーが下がるのかと、あとこのルーフエアコンを使ってどれだけ冷えるのかっていうのを検証していきたいと思います。はい、ということでね早速ですけどもエアコンを使っていきます。もうやばい、もう 99% しかないよ。とりあえずインバーターを入れます。何度設定にする？22ぐらい？22度設定。こんな感じですね。22度の、じゃあ一回つけるね。22度の冷房オートです。でいいのかな？で実際ねちょっと使う時ねこんだけ暑かったら多分窓開けないと思うんで、これはね閉めて撮影いたします。これはサーキュレーターは使わない設定ですか？サーキュレーター回しとこうか。はい、ということでねこれね今回ね僕らもねちょっとねちゃんと使ってみて検証したいので、サーキュレーターをね実際に置いてみます。サーキュレーターは昨年から使ってるスイッチボット、どこら辺に置いとく？ここでいいの？そうだね、この辺に置いてセットします。これはオンで、はい、こんな感じでね、とりあえず適当に回しておきます。風量は 5？はい、これ本番想定なのでねこのまんまいきます。で今ね実際エアコンが稼働しております。でこの後ですねこれね検証になるので、今ね12時なんで、次2時とか2時4時6時ぐらいかな、どこまでこれエアコンが持つかっていうのもあるので、そんな感じで、ちょっとねまだ未知数なんですけども、これからね検証していきたいと思います。はい、でちなみにね今の電力量ですけど、すごい64アンペアぐらいかな、約使っております。結構高いです。でこれインバーター式エアコンなので、一定の温度ね設定値までいくとなだらかになると。ただそこまでいくのにどれだけ消費するかっていうのがね、ちょっとねわからないので、僕らもね今回検証しております。ちなみにね現在この65アンペア近くを消費すると、6.2 時間しか持たないというような計算になっております。ちなみにねこれねうちの車はリチウム600アンペアアワーを搭載しております。はい、こんな感じでねちょっとね検証していきたいと思います。はい、ということでね今ですね時刻はね14時6分2時になりました。で実際ね今入ってきた感じは全然さっきよりか涼しいです。はい。ちなみに今
この時間で、計測している箇所の天気外気温は、はい、こちらですね、34度、ほぼほぼね35度のね、今34になったり5度になったりっていう感じなんで、まあもう今ね、真夏だね。真夏日から猛暑日に移るタイミングぐらいです。外ね、さんとしてますんで、めっちゃ暑い。こんな感じ。もう開けるとすっごい暑いね。やっぱそうだよね。ここ開けちゃうと一気に熱くる。そんぐらいね、日差しが強いです。はい、じゃあ気になるね、温度がね、何度ぐらいなのかね、見ていきたいと思います。で、計測ポイント、まずね、先ほどと同じこのね、バンクベッドね、と、ここね、リアベッド、それから真ん中のキッチンなので、まずね、じゃあ後ろから行きましょう。で、ここでね、バンクベッドの分も一緒に見れますので、こんな感じです。リアベッドが 25.6 度で、実際今ここに立ってるとかなり涼しいです。リアはね、もうすぐ寝れるぐらい。じゃあ前のベッドが28度ということで、ここですね、バンクの一番後ろまで行くと28度と。でもね、ここ風来てるんで、今実際ここまでこんな感じでね、風が割と来てるんで、まあ実際はね、寝れるか寝れないかさ、これぐらいだったら全然寝れるかな。まあ実際はもっと扇風機とかね、そうもう1台稼働したりするからね。28度ってちょっと出てるんだけど、実際そんなに暑さを感じない。だからまあちょっとこの辺のね、気温計はね、そんなにね正確じゃないかもしれない。ただ体感としてはかなり下がってるかな。まあ実際ね、計測ね、前エアコン使う前、40度だったから、それに比べたらマイナス12度から15度の間なんで、結構下がってます。寝る時になったらね、日は沈むからもうちょっと涼しくなるしね。めっちゃ日が出てる時間なんで、それでこれぐらいです。ちなみに真ん中はというと、こっちはねちょっと滞留してるのかなって感じで30度ぐらいありますね。 30.6 度で、実際じゃあ 30.6 度ここも感じるかって言われたら、なんかねそんな気はしない。で、計測始めがここ35度だったから、あんまりなんかね影響が受けづらいところなのかなって感じです。あとは多分このルーフエアコンの向きが真下には来ない設計で上にこう行く設計だから、多分この辺はあんまり冷えづらいのかもしれないね。で、ただこれ実際日が落ちてくると、もう車内温度がそのままガクッと下がると思うんで、そうなるとねまた温度が変わるのかなと。今ねむちゃくちゃ暑いこの炎天下で計測してるんで、あえて、なのでそんな感じです。で、気になるねバッテリー残量が 78%、 消費が65アンペア、66アンペア近くですね。やっぱりこれはねまだ設定温度に達してないんで、めちゃくちゃ回ってんだと思います。で、現状ですと今2時間使ったところで残りがね 4.3 時間分残ってますと。なのでそんなにずれてないかな。ここはさっきね最初6時間ぐらい持ちますよという設定だったんで、そう考えると確かに数字は合ってるかもしれない。そんな感じです。次はねだから4時ぐらいかな。今が多分一番ピークに暑い時間帯だよね。それでこれぐらいです。で、次の4時はだんだん日が暮れ始める時間だから、もうちょっと温度が下がってるといいね。はず。僕らもねまた4時に検証します。はい、ということでね、今ですね4時になりました。外気温33度、少しだけ下がってきたけどまだまだ暑いです。暑いね。実際ねどれぐらい気温が変わったかっていうのをね見ていきます。まずね後ろのベッドについているこちら、まずベッド下の段ですね、24.3 度。これがね今置いてある場所、リアベッドの2段目、一番ね日が近いところ、天井が近いところでも 24.3 度と、かなり涼しいです。もうね全然寝れます。炎天下の中でも全然寝れます。で、続いてはバンクベッドなんですけども、こちらね 27.5 度ということで、バンクベッドの一番奥です。ちょっとねバンクの方はね温度がねさっきよりもね冷えるのがね遅くなったんですよね。確かにちょっともわっとはしてるかも。っていうのも多分これもあったり、やっぱ日差しが強いからね昼間は。で、これねなんでこうなったかっていうと、このねエアコンのダクトの位置を変えてみました。これを下にしてこっちを上にしてます。さっきね両方上だったんで結構ダーっていったんだけど、これを下にしたことによって今このフロアね、このフロアかなり涼しいです。なんか体感的には今の方が涼しく感じる、さっきより。そう、なんかねちょっとやっぱりね天井が高いから片っぽ上片っぽ下の方がバランスいいかなって思ってますね。3つ目ね、このキッチン
キッチンのところが、28.7 度となっております。実際こんなね28度もねこれあるんかなっていうぐらい気温過ごしやすさです。これおそらくこのダクトねこっちまで、下にしたんで、そのおかげもあって一気にね下がってきたかなっていう感じはします。結構ね冷たい風がね、吹いてるというか。でここでねちょっとね実際ね風量どんな感じなのかっていうところでこれねちょっと取り忘れてたんですけど、今もねマックスな状態多分動いてるんで、これはねちょっとね動画で伝わりづらいんですけども、結構ね風は強いです。ほらこっちだとこうこれね直に当たってると結構ね冷たいというか寒いんで、これね上に向けちゃうとねちょっとここのねコマがね詰まりすぎちゃって、もうちょっとこれぐらいでいいんじゃない？でそうするとさ、うちバンクが高いからさ、ここね、まあね、うちの場合はねバンクが高すぎてやっぱり奥が行きづらくなっちゃう。この辺はねちょっと普通のねキャブコンだとか、輸入車とかだったら、こんなにねバンク高くないと思うから、それであれば別に多分この問題はないと思うんだけど、ちょっとこれ特殊、うちの場合ちょっとバンクが高すぎて、あとはここの上の部分にまた扇風機を中継すると変わるのかな。ちなみに天気は相変わらずこんな感じでさんさんとしております。暑いです。で気になるね電力量、残りが 56%、 消費量やっぱりね65アンペアぐらいまだ使ってますね。でこの状態ですと残り 2.4 時間ということで、大体半分ぐらいですね。炎天下ってこともあってエアコンがねやっぱねフル稼働してるんで、そこがねちょっとねまだねインバーター式のねメリットがね使えてないかなと。だから実際使う時は炎天下ではもちろんこの何時間もね置くことってほぼほぼないんだけど、とはいえねちょっとこう出かける時とか実際走行中も使うし、前のエアコンも使うから結構もっと冷えるんだろうけど、今日はね結構シビアな環境でテストしております。そうだね、ずっと日が当たってるしね、日陰のとこ選んだらまた変わってくるかもしれないしね。そんな感じでね、次はね6時の方でね、チェックしてみたいと思います。ということでね今18時6時になりました。でもうね日もね少し沈んできて、温度もですね今27度と結構ね下がってきました。エアコンがねどれぐらい効いてるのかを、じゃあまずね初めに後ろのベッドから。かなり下がった。まずですね今のこのリアのベッド、温度が 22.1 度、湿度 37% です。上のねバンクベッドの奥の方も今 24.6 度ということで、結構ね今下がっております。なんならちょっとね今ここちょっと寒いです。リアベッドはね規定値に達しております。バンクベッドはねこの奥のここですね、ここもね今ね24度ということで、少しね上向きにねルーバーを変えたのがね良かったのか、だいぶね一気に下がりました。でキッチンのところも、26.7 度ということで、こちらもね結構下がりました。ということでね一気にねやっぱ温度はね下がってきてるね。下がった。もう体感としては結構ねひんやりしてます。そうちょっとね寒い感じになってきたんで、実際はねちょっとこれ温度上げるかな。22度ちょっと寒いね。今回ね検証ということで、こんな感じでねやってみたんですけども、最後にねこっちの方が気になるね。気になるね。電力量残量が 38% です。228アンペアアワー余ってて、マイナス52アンペアなんで、少しねやっぱ規定値後ろが達してたんで少し今弱くなっております。残りの残量でいくと、0.9 時間、約1時間ぐらい。でもこれもうちょっと持つんじゃないかな。なんか持ちそうな気もします。さっきは2時間って感じだったけどね。ということでね今回の検証は以上になるんですけども、まとめとしましては、まずね35度外気温、35度というかなり過酷な中で、しかも晴れね。そうね、さんさんと晴れてたからね。めっちゃ日差しが強い中で今回あえてねシビアな環境で検証しました。検証実験としては、まずね外部充電は使わない、外部コンセントもちろん使わない、なおかつ走行充電もなし、600アンペアアワーからスタートして、実際ねこの炎天下の中でどれぐらい冷えるのかっていうのをね検証してみました。で結果としてはかなりですね、思ってたよりもちゃんと冷えて、で、結果としてはすごい良かったかなと、やっといて良かったかなと。約ね 40% 近く残量も余ってまして、220アンペアアワー残ってるので、結構ね思ったよりか残ってるかなと。そう、こんだけねフルで動かして、6時間も稼働できたっていうことはちょっとびっくりだね。
これね本当はね実はねもう何回かこのエアコン使ってるんですけど、実際はね風量1とか2とか使ってたりしてて、このねマックスでは使ったことなかったんで、あえてね今回オート設定でほぼほぼマックスで稼働してみました。それでもねこれぐらい持つんで、夜別に RV パーク行ったらもう普通に充電できちゃうし、そうだね、全然いけちゃうレベルかな。でもちろんね実際車中泊の旅では走行充電入るので、実際こんなに削れることはないです。あとあれだね、昼の一番暑い時間帯から動かしたからさ、そうなんかもうちょっと涼しい段階から冷やしてたらまた違ってたかもしれないしね。あえてねもう本当にねめっちゃ過酷な状況にしたんで、でもちろんね車によって断熱性とかも違うんで全く同じね結果が出るとは限りませんと。でそれからねこの車長さ 6.6 メーターで幅が 2.3 メーターで高さが約 3.2 メーターありますので、ちょっとねその辺のね大きさ感もね、皆さんねこの装着しようと思っている、車両にねこう合わせるとまた結果が変わってくるのかなと思います。特に高さがうち 3.2 もあるんで、そこがねどうしてもこのねエアコンがねエアコンよりも高い位置が存在してしまう。これがねちょっとねやっぱり他の車と条件が変わっちゃうのかなと思っております。でもその辺はねどっちかっていうとシビアな結果が今出てると思いますので、これ晩コンとかにつけたらむっちゃ冷えるだろうね。いや冷えると思うし、普通の国産キャブコンでもガンガン冷える。ガンガンいけると思う。でただ気をつけなきゃいけないのが2点あって、まず1個はやっぱ電力ね。電力。それなりの電力食うよね。かなり使うかもしれません。やっぱり炎天下なんでどうしても。で設定温度がねやっぱり低いとそこに合わせようとガンガン回るんでエアコンは。だからこれ設定温度が24度とかだったらまた多分もっと早い段階でインバーターが効いて、そこまでね電力食わなかったかもしれないけど、そこもちょっとねまだ分からなかったんであえてね厳しめに設定しました。でもう1点これね途中ね私たちも気づいて変えたんですけど、このルーバーね、このルーバーの位置これがね結構ね影響を変えると思うんで、下向きにするとか上向きにするみたいな。でこれ多分さ普通の車さ天井が均一この高さが最大だったらさ本当は下向けなくていいんだろうね。普通の高さ今これうちはさ極端に上と下にしてるけど、多分中間でいいんだろうね。かもしれないね。そうだからその辺がねちょっとねうまく合わせてあげないと、いわゆる家庭用エアコンみたいにね自動の機能とかも当然ないんで、そこだけはねちょっとね設定に注意が必要かなと。あとねそれと合わせてねこのサーキュレーターねやっぱこれで回すことが結構重要かなと思います。ルーバーのねセット位置と合わせて循環させてあげる、これがね結構重要なんじゃないかなというふうに今回は思いました。はい、ではその2点はねちょっとね気をつけないといけないのかなというのが今回の検証結果です。またね今度ね実際に車中泊とかでね夜ね使ってみたらどうなるか。そうだね。まだね炎天下の中で日中過ごして夜車中泊っていうのはやってないんだよね。ちょっと暑いぐらいの日はあったけれど、それはねもう全然余裕すぎちゃってあんまちょっと参考にならんかなと思ってて。いや今日ぐらいの暑さで使えるかどうかっていうところで、ね、そう夜ね。でも夜はねやっぱ日差しがなくなるんで、その分ねボディがねそんなに熱を帯びなくなるから結構早く、落ちやすい気温は今までの傾向として、だからそこはまたちょっとねどっかの旅動画の中でね、実際にどれぐらい使ってみてどんな風に削れたかっていうのを紹介したいかなと思っております。はい、ということで、ね、今回はですねこの、過酷な状況で、ね、この最新型ルーフエアコンがね実際どれぐらい使えるのかっていうのをね検証してみました。ぜひですねこの動画がいいなと思ったら高評価ボタン、それから、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまた。